こんにちは。イラストレーターのネグです。今回はアジンのファンアートのメイキング動画を見ながら解説を行っていきます。試験的に以前よりも講義的な内容にしてみました。なので少し深めの内容になっているかもしれません。それでは見ていきましょう。まず絵を描く前にどういう絵にしたいかっていうのを整理します。主要となる登場人物は空を飛ぶ IBM とそれを操るアジンです。こういう状況の場合、IBM と一緒に地面を見下ろしたり、逆に地上から空に向かって羽ばたく IBM を見上げるといったかっこいい構図が簡単に思い浮かびますよね。実際そのような構図は動きもあるし印象にも残りやすいと思います。しかし今回は左右対称で、しかも少し引きの構図を選択しました。なぜかというと、まず一つ、楽だから。左右対称なので構図自体を考えるのはそこまで難しくないです。そしてもう一つがシンメトリ構図のある特徴と相性がいいと感じたからです。ではその特徴は何なのかと申し上げますと、神秘的に見えるということですね。神秘的に見えるというよりかは神秘性を増すといった方が感覚的には近いかもしれません。ここでちょっと過去に私が描いたシンメトリ構図を使用したイラストを見ていきましょう。改めて特徴を申し上げますと、動きを表現しづらい。そして神秘性を増す。そして、3つ目、そんなに書き込まなくてもかっこよく見えやすい。みたいな感じかなと個人的には思っております。で、なぜ神秘的に見えるかなのですけれども、個人的な考え方にはなりますけれど、これは非日常性から来るものではないかなと感じています。我々が日常生活を送っている時に何かを真正面から完璧な左右対称の状態で何かをじっと見つめるっていうことは実はあまりないんじゃないかなと思います。こちらの飛行機のイラストの場合、カメラの角度を使えばもっと迫力のある絵を作れたでしょう。しかしこの左右対称の完璧性と静けさがこのイラストの不気味さをより際立ててると思います。そしてそのような特殊な印象が与えられる場合は特に周りを描き込まなくても見栄えのするイラストが描けると思います。その例がこちらになります。人物以外ほぼ何も描いていないんですけれども、その余白がより神秘性を高めています。こうやって見るとシンメトリ構図と余白はかなり相性がいいですね。余白があると地味なイラストになってしまいがちですけれど、うまく使うと非常に効果的に働いてくれます。で、話は戻りまして、線画の段階になりましたら、とりあえず地平線と、アイレベルですね、と、消失点を設定しましょう。これらは私の動画では解説をしていないんですけれども、YouTube を使えば簡単に解説をしてくれている動画が見つかると思います。この辺で一番に考えていることは IBM の全体を画面内に収めたいということです。つまりある程度小さくする必要があるということですね。それに対して下にいる人物が大きくなりすぎないように絵の重心を意識して描いています。人物の服をなびかせているのは少しでも動きを出したいからです。この角度の IBM の体を描くのが難しかったのでですね、資料を探すことにしました。後ろ姿で検索したり、水泳のバタフライとかを調べてみたり、最終的にはポーズマニアックスを参考にしました。どうでしょう？皆さんは体を描くためにここまで下準備をしてますか？そもそも資料通りに描けない場合は、クロッキーなどの基礎練習を重ねて見たままを描く力というのを養いましょう。私が初心者の頃は、イラストに挑戦している時間よりも基礎練習をしている時間の方がずっと長かったです。この辺りからは線画を終了して塗りの段階に入っていきます。フリーレンのイラストの場合はいきなり色を置いていましたけれど、今回はしていません。理由は自分の中で色感がまだ定まっていなかったので、とりあえず白黒でライティングだけ先に考えようと思いました。線画に対して塗りのレイヤーを与える場合は基本的には投げ縄ツールを使っています。しかし IBM の翼とか人間の髪の毛みたいな風になびくものは例外です。直接ブラシでシルエットを作ってあげた方が面白い形を見つけやすいかなと思ってます。で、この辺でちょっと画面が寂しいなって思って背景に人物を追加し始めますね。後で消すんですけれども。で、このように背景に人物を設置するときは地平線 I レベルを基準にすることによってその遠近感に沿った適切な大きさで人間を描きやすくなります。
こういう見方をすると壁でかすぎやろって思うんですけれど、この大きさにすることによって画面内に縦長の線を配置することができるようになります。しかも空も見えてちょうどいいサイズなんですよね。光源の向きについては真上から降り注ぐか横から光が来るか悩みましたけれど、横に伸びる影がかっこいいなと思ったので横からの光を選びました。ライティングが決まったらとりあえず人物より先に背景から塗っていきます。なぜかというと人物は背景の光の影響を受けるからです。例えば地面が草で覆われているなら人物は緑色の反射光を受けることになります。それは人物に限ったことじゃないので壁の一部に地面からの反射光を描きます。で、ある程度背景が描けたら人物の上にもレイヤーを置いて色を塗っていきます。定山、オーバーレイ、ハードライトとかいろんなレイヤーありますけれども、一旦一通り試して気に入ったものを選ぶ方がいいでしょう。この辺りで空気遠近法を使います。壁と IBM の間に空気の層を描いてあげます。そうすることによって IBM もさっきより目立ったし遠近感も出てきました。ってな話をしているうちに人物のコントラストが一気に上がりました。さっきの状態ではあまりにも目立たない気がしたのでトーンカーブを調整しました。ここで光について知識を補足します。こちらの写真は私の部屋で撮影を行いました。光が強く当たっているところとそうでないところを見比べてみると質感に違いが出てきます。強く光が当たった部分は質感すら吹き飛ばしてしまうんですね。つまりこのような光を表現したいときは日の当たってるところを強い白一色で塗ります。過去のイラストだとこんな感じになります。という感じで今回の登場人物たちも塗っていきました。ついでに宣伝なんですけど、Pixiv ファンボックスを始めました。その月に描いたイラストのメイキング動画と PSD データがダウンロードできるようになってます。YouTube に上げてないものもありますので、気になった方はぜひお願いします。はい、では戻ります。もうこの辺で人物と IBM の塗りはある程度完成させてしまおうかなという感じです。IBM の翼にはしっかり反射光を入れましょう。背景の質感を高めるために写真素材を使ってみます。こちらは textures.com というサイトからお借りいたしました。これも定山オーバーレイと試していくのですけれど、しっくりきたオーバーレイを選択しました。この時の注意事項は壁はそこまで目立たせる必要はないということです。つまりコントラストが高くなりすぎなければいいので、不透明度をある程度下げました。IBM の翼から抜け落ちる羽を描くときに注意していたことがあります。それは不規則に描くことです。羽と羽との距離を一定にしたり、羽の大きさを一定にしてしまうと、リズムの強弱がなく平坦な印象を受けてしまいます。これは羽にだけ当てはまることではなく、人間の髪の毛を描くときとか、服のシワを描くときなんかも気をつけた方がいいことです。で、最後に嘘の話をしたいと思います。IBM や人物が白くなるほど太陽の光に照らされていますよね。だったら地面も同様にもっと白くなるはずです。けれどそうしないのは人物が目立ちづらくなってしまうから。日光が降り注いでいるのに青空じゃないのは明るい印象を与えたくないから。このような目的のある嘘をつくことでよりイラストを魅力的にすることができます。よりいい嘘をつくために知識をつけていきましょう。ここで今回使ったエフェクトの書き方を話します。一つ目はスクリーンレイヤーでエアブラシを使って光を描き、テクスチャーブラシでぼかす。これだけです。二つ目はサンビームです。スクリーンレイヤーで不規則な太さの線を描き、それを変形して伸ばしていきます。で、これを加工するんですけれど、やってることは色修査をつけることとぼかすことだけです。最後に消しゴムで形を整えて完成です。3つ目です。画像は textures.com からお借りしているものです。白い煙は簡単で、画像をスクリーンレイヤーで配置しているだけです。黒い方はトーンカーブを使って白黒を反転させて定山レイヤーで配置しています。好みでツールを使って形を変形しましょう。はい、という感じでエフェクトを書いていったんですけれども、書き方に決まりはないのでですね、
各々描きやすい方法を見つけていただけたらなと思います。これでイラストは完成になります。今回はちょっと内容を詰め込みすぎてしまったかもしれません。もう少しわかりやすい動画を作れるように頑張ります。それではご視聴ありがとうございました。